こんにちは、漫画ナリストのみやかです。今回は、ぼっち少女と熱血コーチがフィギュアスケートで世界を目指すメダリストを紹介します。氷が溶けてしまうのではないかと思うほど熱い漫画です。間違いなく今押さえておきたいスポコン漫画だと思います。少女を世界へと導くコーチが、コーチとしても人間としても優秀すぎて、小さい頃にこんな大人に出会いたかったなぁと思わず声が漏れてしまいました。メダリストに登場するキャラクターは主人公たちはもちろんライバルもみんな魅力で溢れています。この漫画のポイントはキャラの表情や動作の表現に引き込まれていって緊張と緩和の使い分けが抜群で、そしてギャグのセンスが高いです。フィギュアスケートの知識がなくてもめちゃくちゃ楽しめる漫画です。では紹介していきます。チェケラ漫画アナリスト。メダリストは鶴間いかだ先生がアフタヌーンで連載されている漫画です。生活のすべてをスケートに捧げてきた青年明浦路司はアイスダンスの夢が破れて引退します。引退した後はアイスショーのオーディションを受けるんですけど、落選し続ける日々です。そんな中、スケートリンクで小学5年生の少女、飯塚いのりと出会います。いのりはものすごくフィギュアスケートがやりたいんですけど、母親に反対されていました。そこで司はアイスダンスの元パートナーがいるフィギュアスケートのクラブをいのりに紹介し、後日そのクラブにいのりと母親がやってきたので、フィギュアスケートクラブに興味があって訪ねてきたのかなと思いきや、母親はこの世の終わりかのような顔をしている娘の横で、この子には絶対無理、この子は何もできないなどの言葉を司たちに言います。小さい子が親にできないや無理とか言われるのはかなり辛いし、自己否定につながってしまう原因ですよね。見てて苦しいシーンでした。母親の言葉に怒った司は祈りをリンクの上で滑らすことにします。すると祈りはまるで別人かのようにキラッキラした笑顔で滑って才能を見せたのです。ただそれでも母親は反対し続けるのですが、祈りは自分の中に秘めた熱い思いを小さな体で全力で泣きながら伝えます。そのフィギュアスケートにかける熱い思いに自分の過去と重ね合わせた司がコーチを引き受けたいと言って全日本選手権に出場させる選手にしてみせると公言します。そして2人のフィギュアスケートで世界を目指す熱い熱い物語がスタートしていくのです。1話からもうね、心打たれるんですよ。お家でも学校でも一人ぼっちだった祈りが念願のフィギュアスケートを始めることで表情が見違えるほど生き生きするんですけど、メダリストは登場するキャラクターの表情や動作、感情がものすごく丁寧に描かれているんです。あと緊張と緩和の使い分けが抜群で、空気が張り詰めたシーンと崩したシーンをこんなにも上手に描き分けられるのかと感服しました。それとギャグ要素も結構入っているんですけど、このギャグのセンスが高い。そして何より司の人間力、子供を夢へと導く力の高さには舌を巻きました。フィギュアスケートで世界を目指すは、大人でもどう目指していけばいいか難しいほどの大きな目標です。人生経験を積んできた大人でも難しいのだから、子供だったらね、より難しいと思います。そんな中で司は祈りに小さく踏み出せる足場を用意して、モチベーションを高めながら指導していきます。決して子供扱いはせず、期待させるだけの適当な言葉をかけることもせず、現実と向き合わせながら着実に成果を積み重ねるのです。そして大きな決断は司ではなくて本に祈りに委ねます。でも大きな目標へとは必ず自分が導くと嘘偽りのない真剣な眼差しで伝えるんです。こんなにも素敵な大人に出会えた子供は自分を信じて夢を追う大変さと楽しさを経験できますよね。子供は子供の世界で頑張っているし戦っている。
大人が子供の夢を人生を邪魔してはいけないということも強く伝わってくる内容です。フィギュアスケートにかける少女たちの熱い思いと、フィギュアスケートのリアルさが描かれたメダリストは、コミックデイズで1話が読めますので、チェックしてみてください。漫画アナリスト。はい、いかがでしたでしょうか？氷の上で繰り広げられる少女たちの戦いは、胸を熱くさせながら応援したくなります。このメダリストの面白さもっともっと広まってほしい。今回はここまでです。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。次の動画もまた見てくださいね。チャオ。